新しいアプローチはいつでも楽しみ、というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは KZ の新たなる1ダイナミックドライバーイヤホン、KZ-EDXS だ。10mm の1ダイナミックドライバーイヤホンは市場に出放題でまくってて、KZ 自身も、すでに今年だけでも複数のイヤホンを市場に放出してる中、また新しい1ダイナミックドライバーイヤホンが出てきたんだけど、しっかりと、以前のモデルとはチューニングが違っていたので、今回もきっと楽しめると思う。詳しく見ていこう。レビュー本文に入る前に、少し、なんでレビューがこの時期に遅れたのか、について一つ。EDXS は1ヶ月ほど前に発売されたんだけど、最近 KZ のイヤホンをなるべく早くレビューしてるうちのチャンネルにしては、レビューのタイミングが遅い。なんでかっていうと、実は、EDXS、2台送られてきたんだ。どうやら、初期中の初期の生産ロットについて、フィルターの不具合があったみたい。と言っても、一聴でわかるような問題ではなく、案外、初期ロットの方が好きな人もいるかもしれないな。ただ、僕は初期ロットについて、つかみどころのない音だなぁ。と感じた。なんでこんなことが起きたのかというと、ノズル内のメッシュフィルターが変更になってたから。この EDXS、種明かしをしてしまうと、KZ 製のイヤホンの中でも、特にニュートラルなバランスを意識して作られたイヤホンだ。超ドンシャリメーカーだったはずの KZ がこんなイヤホンを出すなんて、と、干渉に浸っている場合ではない。EDXS は、しっかりと聞き応えを残しつつ、従来の KZ 系イヤホンが持っていた、強烈な高音域や、強烈すぎるサブベース、まるで野生のゴリラがぶん殴ってくるような圧倒的パワー感が魅力だったんだけど、最近は抑制が効いてきて、どんなジャンルでもドンシャリから弱ドンシャリ程度のバランスで聞くことができるようになってる。その足元ではグツグツと野生のパワーがマグマのようにくすぶってるわけなんだけど、それはともかく、初期ロットの EDXS は、フィルターの指定ミスか何かによって、これが抑えすぎられていて、とても落ち着いたイヤホンになっていた。これはこれで好きな人がいそうなんだけど、多くの人には、聞き応えのない音、というイメージになるだろう。後から送られてきた方は、ニュートラルなバランスの中にも、KZ らしい、全く減衰しない超低音域や、高音域のメリハリがより効果的に聞こえていたので、おそらく、本来 EDXS が目指していた音、というのは、この現行ロットのものなんじゃないかと思う。ごくごく初期のモデル以外はしっかり改善してるので、安心して買ってみてほしい。さて、EDXS、そんなわけでチューニングとしてはかなり頑張ってるんだけど、外装に関しては、安心と信頼のいつもの KZ だ。ダイカスト製の重量のあるフェイスプレートは開口されている。耳側の空間とは繋がっていない背面開放だ。背面開放だけどほとんど音は漏れてこないし、それから、時速の密閉度は強い。遮音性や音漏れは、普通のイヤホンと変わりないレベルだぞ。フェイスプレート以外の形状は、いつもの KZ と同じで、耳掛け型初心者が、ベストポジションで装着しやすい。初めての人にもおすすめだし、それから、KZ の他のイヤホンを持っていて、装着感が相性が良かった人は、安心してつかめる形になっているぞ。付属品は、イヤーピースが3サイズと、いつもの取り回しやすい KZ 銀メッキケーブル。イヤホンはケーブルを交換することができ、交換のためのプラグ形状は、いわゆる QDC、または KZ タイプ C と呼ばれる、楕円形のコネクタがイヤホンの外部に露出するタイプだ。いつもの KZ 製イヤホンと互換性がある、中国の低価格イヤホンは、ほぼこのコネクタに統一された、と言っていいだろう。ケーブルの方も低価格を中心にラインナップが豊富なので、何かと選びやすいコネクタになってきたな。初期の KZ-QDC は、精度と素材の関係で割れやすかったんだけど、現在のものは結構改善してるぞ。というわけで、EDXS、外形に関してはオーソドックスで使いやすい。肝心の中身についてなんだけど、今回の EDXS はざっくりと言うと、今までの KZ の超低音域をしっかりこなせるように進化してきたダイナミックドライバー一発に、ネットワークボード、抵抗なんかが乗っかってる回路だな。それを足すことによって、より理想的な高中低音のバランスを実現したようなイヤホンだ。一見、ニュートラルなイヤホンを意識して作られているんだけど、サブベースを鳴らすと一発で KZ のイヤホンだとわかる。つまり、他のイヤホンだと、20Hz 以下の超低音域や、ブルブル震えるような、より直感的に体験できる迫力の部分は、しっかりと KZ のまま、それ以外のところはお行儀が良い。足の安定性だけラオウなお嬢様みたいなちぐはぐな存在なんだけど、でも、そういうの好きでしょ？全体の完成度は、ここ数年何度も変化を加えてきた KZ らしく、非常によろしい。
最近だと、似たようなニュートラルなバランスのものに、CCAFLA があったけど、あれに、低音域側の聞き応えと、高音域側の分離感をプラスして、しっかりと聞き応えと楽しさのある音にしつつ、バランスは全体的に適正、という、しっかり KZ なんだけどニュートラルなイヤホン。それが、KZ-EDXS だ。とはいえ、最近は非常に優秀な KZ 製1ダイナミックドライバーイヤホンが数多く登場した。例えば、僕が KZ 系の1ダイナミックドライバーの中で、特別おすすめする CCA-CRA プラスや、最近人気の低音が力強い KZ-ZVX と CCA-CXS、それから、弱ドンシャリが気持ちいい KZ-D-Fi、そして、この EDXS と同じ、ニュートラルなバランスなんだけど、KZ っぽい音がする KZ-DQS なんかが、直近で発売されている。いくつか KZ 製の1ダイナミックドライバーを引っ張ってきたので、それらと一つ一つ比較していこう。まず、KZ-D-Fi、スイッチ付きで低音を調整できるイヤホンなんだけど、D-Fi の方が、高音域側の分離感が強く、メリハリの効いた音が出る。弱ドンシャリな音が好きで、低音が控えめなのが好きだったら、D-Fi の方がいいかな。EDXS は、よりボームな音もしっかり厚みがある聞こえ方をして、それでいて、高音側の改造感もある、というバランスだ。続けて、CXS と ZVX。こいつらはキャラが立っていて、EDXS のバランスよりも、低音域から中低音域側のドカンとインパクトのあるバランスになっている。中低音域の厚みがとにかく強いものが好き、という人は、ZVX 系で間違いないだろう。過去の EDX 系として、EDS と比較してみたんだけど、EDXS は結構過去の EDX シリーズに近いバランス。ただし、より調整が進んでいて、こちらの方が、多くの曲に対応できるようになってる。EDX 系の後継を探している人には、より新しいアプローチでおすすめだ。それから、KZ-DQS。DQS は KZ にしてはかなりおとなしいバランスだと思ってたんだけど、より適正なバランス取りが、EDXS でなされている。だったら EDXS が良いのと思うかもだけど、個人的には実は DQS の方が好き。なぜかというと、DQS は EDXS の後に聞くと、バランスがいいんだけど、ちゃんと元気に聞こえるんだ。どっちがベストバランスかは、君の好みによるところになると思うぞ。それから、KZ-ESX。そろそろ名前がわかんなくなってきてるかもだけど、12mm ダイナミックドライバーを使う ESX のバランスは、実は EDXS にかなり近い。ただし、中高音域あたりの明瞭感は EDXS の方が良い。代わりに、低音側の広がりと自然さ、開放感と密閉感のバランスは ESX の方が良かった。ぜひとも 10mm と 12mm ダイナミックドライバー。どっちが自分の好みか、自分の耳で確かめてみてほしい。そして、個人的には KZ 系の1ダイナミックドライバーのラスボスだと思っている。CCA-CRA プラス。こちらは、従来のドンシャリ、感触、インパクト重視の KZ のサウンドを1ダイナミックドライバーで実現した、非常に完成度の高いイヤホンなんだけど、今回の EDXS は、CRA プラスほど、高音域側の分離感がことさら強調されているわけではない。暖色系なら EDXS や他の ZVX などの方が好みになる可能性も大いにある。僕は感触派なので CRA プラスが好きだけどな。というわけで、KZ のイヤホン、1ダイナミックドライバーが出すぎてどれから買っていいかわからないと思うけど、暖色系でバランスの良いものが欲しければ、今は EDXS で決まりだな。もちろん、他のイヤホンもそれぞれの世界観を持っているので、どれが好みか、自分で想像しながら買うのも、とりあえず適当に買って、そこから好みに寄せていくのも面白い。おそらく、一番好みのものを引くまでに、多くのバリエーションを手に入れて、かつ1万円くらいの予算で楽しめるだろう。KZ の1ダイナミックドライバーが出すぎ、という声はよくわかるんだけど、しっかりと全部個性があるので、ぜひとも、マイベスト KZ1 ダイナミックドライバーを探すツアーに参加してみてくれ。低価格イヤホンを定期的に買う楽しみの面白さが、きっとわかるはずだから、というわけで、今回の EDXS も、しっかりと、技術的にも、サウンド的にも、新しいアプローチをしていて、しっかりと楽しめるはずだ。KZ のイヤホン、まだまだ増え続けると思うけど、やっぱり、ハイブリッドやフル BA に目が行きがちな面白ブランドでも、1ダイナミックドライバーのイヤホンから始まったんだな、っていうことを再確認させてくれる。最近は専用の1ダイナミックドライバーを採用しているパターンも多いので、上位機種の登場を待つんじゃなくて、1ダイナミックドライバーの聞き比べとして、色々触ってみるのがおすすめだ。他社の1ダイナミックドライバーと比較しても、値段は安くてかつ、決して遜色のない出来になっているので、
ハイブリッドモデルの合間に、ぜひ、EDXS のような、地味ながら、中華低価格の共通ドライバの技術を支える土台みたいなドライバの、新挑戦を安くお気楽に楽しむ人が増えてほしいな。俺も毎日レビュー書いてるんだからさ。といったところで今回はここまで。KZ、まだまだ色々試してるぞ。